大家好啊，我是原生态的新人 P。这次呢，我们也是有幸在看见的这个展会开展的时期，请到了三只先生来到我们的原生态接受我们的访問。サイクさん、こんにちは。こんにちは。私は今日インタビュー担当、新人の P です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま。す。今回も改めてサイクさん、私たちとインタビュー、私たちのこの番組に招待しましたね。はい、よろしくお願いします。前回中国のファンたちに会った時から今までもう1年経過でしたね。はい。この1年にいくつもいろいろな新品が出ましたね。はい。例えば 1900X、ST で HSX、1100日、1001、はい。はい。やれに。今回はどの新しい情報も私も楽しみます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速問題が入ります。はい。今1900だけは炭素繊維の外国ですね。多いユーザーが1900の総評価がいいと思います。はい。この炭素繊維のデザインは今後の他の形にも使えますか？はい。これは私個人がすごく気に入ってます。カーボンの炭素繊維の膜をだいたい1センチに200枚以上圧縮してる。そうです。それを切削で削るんです。コンピューターの CNC で。チタンはこのチタンの部分はブロックから削り出す。両方切削で作ってる。で、特徴は軽くて強い。で、個人的にもこのデザインが気に入っているということで、今後もハイエンドのモデルはこのカーボンとチタンの組み合わせ、またはカーボンと別の何かの金属の組み合わせ。で、カーボンも今これは積層してますけど、フォージドカーボンって言って、大きな窯でこうガーッと焼いた高い圧力で焼いたものなんですよ。そういったものを切削、見た目が全然違うんですけど、そういったものも採用しておくと、はい、今後出るアコースチューンヘッドフォンとかフォトブランプとかそういったものに。わかりました。はい。それは次の問題。はい。今ダイナミックドライバーはほとんど12ミリサイトですね。はい。今は他のサイトの新しいドライバーを開発計画がありますか？開発は常にやってるんです。なんでかって言ったら、ダイナミックドライバー大きければ大きいほど音質がいいです。はい。だから別に11ミリも車内でも作れますし、12ミリも作れる、13ミリも作れる。今ただどうしても大きくなるとこの装着感に影響が出ます。はい。ちゃんと綺麗な筒の中に入らないのね。で、うちの場合は HS2000 の例えば寸法の制限があると取り返しなきゃいけないのね。こういうふうにちょっとこうそうすると互換性を維持するためにどうしてもこの中にそういう制限があるんで、10ミリにこだわってます。でも10ミリというサイズでもまだまだ音質を良くするっていう方法はあるんで、今はそれをいろいろ研究しています。はい。作れるのは全然難しくない。はい。今の HS2000 シリーズは全部アルミニウムの合金で外角を作りますね。この部分ですね。そう。その前の問題も同じ。この HS シリーズは今後は他の材料で外角を作ることができます。まずね、これよく見ると、全部アルミじゃないんですよ、実は。そうだ。ここにね、薄いフレームが入ってるんですけど、この部分に、1、2、3、この2番。これはね、ブッシュガン、ステンレスっていう強度がいる。だから、強度がいるところはアルミより硬いものを使ったり、すでにいろいろ工夫はしてるんですね。はい。で、今後は、こういった部分をカーボンで作ったり、チタンで作ったり、より軽量化するようにします。後継モデルで。はい。それは今も試作やってます。はい。
これと選択ですね。はい、ありがとうございます。今見ると、アクスのコラボイヤホン、うん。ほとんどトニーモデルに集中停うんうん止です。うん今後は HS、AS シリーズと、例えば、まさに、あるいはうん。 TYP シリーズも、コラボイヤホンがありますか？アコースチューンのハイエンドではあまり考えてないですね。ただ、もちろん、ご引き合い、案件をね、いただけたら、検討はするんですけど、あまり積極的に何かやろうっていう。結構ね、コラボ大変なんですよ。すごい時間がかかるんですよ。うん。話をして契約して物出すまで、話をして契約まですでに1年ぐらいかかる。それは確かに難しい。そこからまた作るってなると結構大変なんで、はい。まあ、その分、いろんな施策をやった方がね、面白いっていうのがあって。はい。わかりました。では第7の問題。はい。今まで普通の作品中、RS シリーズも随分特殊な性能です。はい。はい。音でも、形でも。はい。今後は RS シリーズは、このブランド中の定義は、どうられては教えてください。HS はマスターシリーズといって、基本的にリスニング用途ですよね。で、RS は、モニター、例えばスタジオモニターとか、あとステージモニターとか、今度新しい RS もそういったモニターとして、こういった新製品、基本的には分けてます。リスニングとモニター。佐々木さんは最近、新しい山登り計画がありますか？今は単純に山に登るというより、渓流ってわかります？川。山に川あるじゃないですか。川を登りたい。あと冬は川が凍るんですね。滝わかりますか？その氷を登ったりとか、そういうのをよくやります。中国のすごい政府計画がありますか？中国の山は高いんで、準備しないとね、大変なんで、でも、ちょっとどっか行けたらなと思ってますけどね。やっぱ時間ですよね。では、一番征服したいの山はどちらですか？今はね、ちょっとキリマンジャロですね。アフリカ。タンザニアってとこにいるんですよ。5600ぐらい。5000。そのね、アフリカ暑いでしょ？ 5600 頂上の上には、まだ氷が残る。昔から。それがね、もうすぐ溶けちゃうっていう話を聞いたんで、溶けるまでにちょっと行きたいなと。そう、確かに難しい。そう。さっきのね、こういうとこ登るんですよ。沢登り。きれいなところで。そう。こういうとこ。温泉でしょうか？これね、火山から出てる川は、こういうね、温泉があるんですよね。こういうとみんなで登るんですよ。あとはこういう氷ね。氷を登る。アイスクライム。川が凍ると、氷を登ったりする。これ俺ね。きれいなとこ。そう。これ練習。そういった、登山する道がないところを登るのが面白い。それは確かにものすごいでも危険です。そうです。では次の問題。アクスのイヤホンのチュニックは周波音倒数を算相しますか？これはね、必ず、測定データと、あとこの実際聞いたとき、これをね、合わせ込んでいくんです。最初の設計は別に音楽とか聞かないです。測定データで追い込んでいく。最後の仕上げにちょっと聞くって感じですね。耳の判断を信じます。そう、最終的にはそこです。なんでかって言ったら、まだこのイヤホンって全ての特性を測定できない。構造的に耳の中に入ってるものなんで、それを再現するのは非常に難しいですね。
大きいフロアのスピーカー、ラウドスピーカーとか、そういったのが徐々にいろんな測定項目が増えてて、だいぶ、いろんな、それまで難しかった測定とかをできるようになってきてるんですけど、イヤホンはまだまだ、特殊な環境下なんで、難しいっていうのもあって、最後は、聞いた時の、実際のリスニングで判断します。はい。はい。桜田さんは普段どんな音楽好きですか？これはね、全部聞きますね。全ジャンル。クラシック、ジャズ、ポップ、EDM、何でも聞くようにしてます。では、自分の好みによって、イヤホンの開発方法、調整しますか？自分の好みは、開発が終わってから、終わってからまた。自分の好きな曲に合うなとか、そういうのあるんですけど、基本的には自分の好みを先行してチューニングをやらない。その製品の目的っていうか、それに合わせてチューニングします。アクスンは去年は ACT410 が発表した。今後はアクソンシリーズ、ACT シリーズは、ユニコミックスドライバーを開発するのが計画があります。まずね、ACT410 は、あれはね、アコーシュンじゃないんですよ。クラリアっていうブランドです。別にグループのうちの、自社のブランドなんですけど、アコーシュンはシングルダイナミック一発しかやらないので、でもその ACT ってあれね、410っての ACT は企画の名前なんですよ。この企画、アコーシュンキャプチュールテクノロジーっていう企画の名前なんですね。それをクラリアに開放したっていう。使ってこの企画で作っていいですよと。で、今後、その、別ブランドにね、アコースチュンじゃないブランドにこの ACT の企画を使ってもらって、アコースチュンじゃないジャンバーを作ってもらうというのを、年内、スタートします。もう3人ぐらい。僕の尊敬している音響エンジニアの方とか、最初は中国ですね。次も中国。次は日本人みたいな。それぞれ、尊敬している方、あとは力がある方、そういう人にお願いしようと思っています。お願いします。それは、ダイナミックじゃない BA が使われてたり、それはアコーションじゃないんで。今回のインタビューはここにおしまい。ありがとうございます。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。